はい。それでは次にカラーコレクション、そしてカラーグレーディングについて解説していきたいと思います。ちょっとね、カラーグレーディングまでいきますと、超基礎講座っていうよりかは、ちょっとね、レベルアップした内容になってきてしまうんですけれども、やっぱりこのカラーグレーディングについて知っておくことで、やっぱり撮影も編集を意識した形で撮るようになるし、やっぱり撮影したものをより魅力的にするには、編集、そしてカラーグレーディングってすごく大事なポイントになってきますので、ちょっとね、難しすぎるよって方は、早回ししていただいて大丈夫ですし、こういったね、カラーグレーディングってこういう世界なんだってお伝えできればとても嬉しいです。はい、それでは早速カラーグレーディングについてご説明していくんですけれども、まず撮影時の設定がすごく大事になってくるんですね。で、撮影時って、ちょっと超基礎講座なので結論、言いたいと思います。まず、普段僕たちが見ているようなあの色味ってのはスタンダードです。はい、カメラが自動で僕たちの目に一番ね近い色を選んで自動で補正してくれるのがこのスタンダードの色味。そしてもう一つ、ログと呼ばれるものがあります。はい。で、ログって呼ばれるものは、色がかなり薄い状態ですね。コントラストも低いし、サイドも低いし、だから何も調整されてないフラットな絵って思っていただけたら幸いです。で、このスタンダードで撮るか、ログで撮るかによって、やっぱりカラーグレーディングって、大きく変わってくるんですけれども、自分の世界観を追加したい場合っていうのは、ログで撮影しましょう。で、やっぱりこの世界観とかいいから、シンプルに自分の思い出を残したいんだっていう方は、スタンダードで撮るようにするのが良いと思います。これはなんでかって言いますと、やっぱりスタンダードっていうのは、髪の毛で例えると分かりやすくてですね、今これ僕ちょっと明るいんですけれども、ブリーチ、髪の毛をブリーチするとですね、金髪になるじゃないですか。で、色素を抜いた状態だと、自分の好きな色を入れられるんですね。例えば青色とか、先ほどね一緒に撮影した翔くんとか髪青かったですけれども、一回ブリーチして髪の色素を落とした状態で自分の好きな色をカラーグレーディングしてるんですね、髪の毛でも。そのブリーチした状態がログです。なので自分の世界観を追加したいんだったらブリーチしている状態、このログ撮影をするようにしましょう。ただ、黒染め、髪がもう黒い状態だと自分の世界観入れても何も色変わらないですよね。それがスタンダードの状態なので、ベーシックでいいよって方はスタンダードで撮るようにしましょう。そして、自分の世界観を追加したいという方は、このログで撮ることをお勧めしたいと思います。ただね、何でもかんでもログで撮れるっていうもんではないんですね。やっぱりカメラのスペックが高くないと、この色がフラットの状態で撮ることができないんです。それも、やっぱり一回ね、美容院に行って、1万円ぐらい払ってブリーチしないと、色が抜けないと同じように、ログ撮影もね、少し高いお金を出さないと、抜くことができないんですよね。ただね、iPhone とかだと、アプリケーション3000円とかで購入するとログ撮影できたりとか、ここにある一眼ミラーレス機材、価格は高いんですけれども、しっかりログとか、そういった撮影の機能が入っていますので、機材をね、買うとき、アップデートしたいなっていうときには、このログ機能が搭載されているか搭載していないかで判断するのも良いかなと思っています。ではね、早速こちらにカメラがあるので、ちょっとログの設定をしていきたいと思います。はい、こんな感じですね。で、設定開きますと、本来これが動画設定でして、フレームレートとか選ぶことができるんですけども、ここを徐々に下に行くとですね、パパ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 パ、いつ出てくる？いつ出てくる？少々お待ちください。はい、出ました。この露出色、カラートーンにですね、ピクチャープロファイルっていうものが出てくると思うんですね。これがソニーでいうログですね。で、本当 PP1 から全てね、本当に細かな情報量が違うんですけれども、よくね、僕が使わせていただいているのがこの PP7 ですね。はい。こうすると色が抜けるんですよね。だからこの設定で撮ると、自分の好きな世界観を追加することができるし、世界観いらないよっていう方は、ここオフモードにするとスタンダードで撮ることができます。はい。それではね、今、本当にこのカメラで、一眼ミラーレスカメラでスタンダードとログ撮影をしたので、早速見ていきましょう。多分びっくりすると思います。いきますよ。はい。これが、ソニーのね、スタンダードの色味となっています。もう色が入ってますね。こんな感じです。で、ログです。はい。すごくないですか？このぐらい色抜けてるんですよ。これはもうあれですね。
ずっと髪が黒で、大学入学して初めてブリーチした時のびっくりした時ぐらいびっくりする、あれですね、色味ですね。はい。ちょっとちょっとすごい、リアクションがなくてちょっと寂しいですけれども、そのぐらい色が抜けてるんですね。で、スタンダードでもちろん撮ると本当にもうめちゃめちゃ綺麗なので、編集、カラーグレーディングに時間を割くことなく、編集して書き出しして、自分のこの思い出として残すことができます。ただね、動画クリエイターとしてどんどんアップデートしていきたいという方は、このログ撮影をするようにしましょう。ではね、このログ撮影した色をですね、ちょっと調整していきたいと思います。で、これはですね、本来適切なカラーグレーディング、カラーコレクションのやり方ってあると思うんですけれども、ちょっと僕なりのやり方をね、皆さんにお勧めしたいと思います。まずね、カラーコレクションとカラーグレーディングってどんな違いがあるのかと。カラーコレクションっていうのは、コレクトするってことなんで、まずはやっぱ調整ですよね。はい。コントラストをしっかり上げて、ハイライト、そしてシャドウ。で、これね、それぞれ何かって言いますと、ハイライトっていうのは、この明るい部分の調整ですね。で、シャドウっていうのは、このグレー、暗い部分の調整。はい。で、白レベル、黒レベルっていうのは、本当にトーンで言うと、真っ白の部分の調整。黒レベルっていうのは、本当に暗い部分だけの調整。はい。見ていただければ分かるんですね、ここら辺とかね。はい。なんですけれども、ちょっとここリセットしまして、このカーブです。このカーブでも、やっぱカラーコレクションをしやすいんですよね。例えば、これでご説明しますと、下の方、こちら辺は暗い部分ですね。だから下のピンを下げると、本当に暗い部分だけが引き締まるんですね。で、一方で、この一番明るい部分だけやると、ハイライト、明るい部分だけが移動されるので、このカーブで S 字、S です。この S 字カーブを作るとすごく綺麗というふうに言われているので、ちょっとそこでやっていきましょう。基本的にまず僕は黒も引き締めることが多いですね。はい。このような感じ。で、ハイライト少し上げて、はい。ざっくりですけれども、このような形で、まずはこのログ撮影の、コントラスト、こういった暗い部分と、明るい部分をもう少しパキッと明確化してあげましょう。はい、それをした段階で、色味調整をするわけですね。で、Adobe Premiere Pro はね、やっぱりカラーグレーディングの、選択肢が少ないっていうふうに言われているんですけれども、結構思ってる以上にあるんですね。例えば、今これ、サイドもね、抜いている状態なので、例えば自然なサイド、ちょっと上げたいと思います。これはですね、肌の色味は保ったまま、他の色味を少し上げるということですね。なのでもう本当にいわゆる自然なサイドを上げるということになります。次、サイド、ちょっと上げて、はい。このような形でちょっと戻ってきましたと。でですね、カーブ。こちら、カーブを選択して、色相サイドとか、色相とか、輝度とか、もう本当にこうやって一つの色味を抽出して変えることもできるんですね。例えばですね、今こっちってちょっと肌が赤いじゃないですか。で、こっちは黄色いですよね。なので、この肌だけを抽出したいと思います。色相。色を変えるときは色相です。このスポイトツールを選択して肌を押します。そうすると自分の今の肌だけを抽出します。これをですね、上に上げると赤くなるし、下げると緑になるし、シュレック。はい。こんな感じでですね、ピックして肌をじゃあ少し開けていきたいと思います。そうするとですね、こっち側に少し肌のトーンは近くなったと思ったんですが、まだまだですね。はい。こんな感じで肌のトーンを調整したりとか、あとはこのブルーですね。ブルーだけピックして、このように青色を少し緑にしたりとか、紫色にしたりとか、あとはですね、この東京タワー、夜景のオレンジを調整したいときは、これもほぼ同じなんですけれども、こういう風にスポットで調整したりとかね。こういう色をね、ピックして調整することももちろんできますし、一回これ全部リセットしますね。はい。一回リセットします。はい。で、今、こういった、はい。
カラーコレクションを行ったんですけれども、カラーコレクション、カラーグレーディングっていうのは基本的にこういった原理なんですけれども、すごく簡単なやり方ですね。これから、未経験の方がこれからね、カラーグレーディングレベルアップしていきたい、もっとね、綺麗な色味を作りたいという方は、ぜひね、ラットと呼ばれるものをお勧めしたいと思います。ラットって何かって言いますと、こういった色味がない状態に、ラットを当てると、すごいね、いい感じの世界観を作ることができるんですね。作ることができるって言ったらちょっと語弊なんですけれども、海外の有名なクリエイターさんが、作ったラットとかを購入して、ダウンロードして当てることで、自分もその世界観に近いものを真似できるんですよね。そういった使い方もありますし、自分で今こうやって色味をこうやって調整したじゃないですか。色味をこうやって調整して、この色味いいなっていうものを保存すると。そうするとその、ラットを自分用にまた適用することができるので、時間短縮にもつながります。この2つのメリットが大きくあるので、一旦僕もね、以前このラットをね、作らせていただいたので、ぜひ追加したいと思います。ちなみにこのラットは、今回超基礎講座で含まれていないんですけれども、Vlog 教材だったりとか、シネマティック教材に含まれていますので、ぜひそちらをね、チェックしていただけたらと思っています。はい、こちらシネマティックの、ユース教科のラットですね。これ4種類あるんですけれども、ここのじゃあ、ドラマティックシティ、いや、オレンジブルーですね。オレンジブルーを追加したいと思います。はい、そうすると、じゃん、見てください。比較すると、ちょっと、やっぱり世界観がティール&オレンジでかっこいいですよね。これは喋ってる時はちょっと不自然かもしれないですけれども、やっぱりシネマティックな表現だったりとか Vlog においてやっぱりすごくいいんじゃないかなって思ってですね。で、これちょっとね、強すぎるんですけれども、この強さを調整して、はい、調整した上で少しカーブでこのようにハイライト上げたりとか、こういうこともできるんですね。はい。これ比較してわかると思うんですけれども、やっぱりログで撮影すると、こういう世界観がね、自由自在に調整できるっていうことがあるんで、個人的にはおすすめなんですけれども、やっぱ難しいという方はスタンダードでも全然いいと思います。試しにね、ここにラットを当てたいと思います。そうすると見てください。本当にこんな感じで大変なことになってしまうので、これ強さを調整したとしても、ちょっと色が入りすぎちゃうということですね。なので、基本的に色がない状態でラットを入れるのが良いと思っています。はい。皆さんいかがでしたでしょうか。ちょっとね、カラーグレーディングってなってくると、もう少しハイレベルな知識が必要になってくるんですけれども、これもね、やっぱり一番大事なのってのは、多くの人たちの動画を見て、かっこいい色味ってのをたくさん見慣れる必要があると思うし、自分でもね、たくさん動画を制作、そして、撮影編集するっていう、このね、一連のフローを何回も経験することによって、徐々にレベルが上がってくるので、最初からね、できるとは思わずに、たくさん経験してみてください。僕もね、動画を始めて約4年間、こういったカラーグレーディングとかに日々勉強していますので、本当に上達するまでには時間がかかるんですけれども、それもまた動画の魅力だと思いますので、ぜひこのね、動画を参考にカラーグレーディングしてみてください。それでは、このカラーグレーディングの講座で超基礎講座は以上となります。はい。皆さん、いかがでしたでしょうか。僕もね、今日一日ずっと撮影していまして、もう夜になってしまったんですけれども、超基礎講座、皆さんいかがでしたか？はい、ありがとうございます。本当にね、世の中にはたくさんの教育系コンテンツとか動画解説とかもありふれているんですけれども、やっぱり解説している僕でさえ適切な知識をねインプットするってことのね難易度がやっぱ高いと常に感じていたので、このように初めてですかね、 YouTube 上とか、そういったオンラインクラス上で分かりやすくこの体系的にそもそも動画とは何なのか、そしてカラーグレーディングまでちょっと踏み込んだステップまでご説明して、僕もねすごく発信していて学びが多くありました。なのでやっぱり発信することとか、アウトプットすることって軽視できないし、これからもね継続して動画だけに限らずたくさんやっていこうと思うことができました。本当にね、最後までご覧いただきありがとうございました。今回ね、この超基礎講座ということで、
長く、2時間、1時間、2時間ぐらいのね、講座として皆さんにお伝えさせていただいたんですけれども、YouTube 上でも公開しているし、オンラインクラス YourSchool 上でも公開していたりとか、あとはね、この講座以外にももっと踏み込んだ、次は例えば Vlog、この超基礎知識、動画を好きになってくれた方がよりね Vlog に特化したノウハウを学びたいとか、あとはシネマティックに特化した表現を学びたいという方にも、分かりやすく体系的にまとめている講座が別にありますので、もしよろしければそちらをね見ていただけたら、超基礎講座をね取った意味がすごくあるかなというふうに感じますので、ぜひそちらも YourSchool 上にありますのでチェックしていただけたら嬉しいです。はい、今回はねちょっと長々と、ずっとねお話してしまったんですけれども、このように皆さんと超基礎講座を終えることができてとても嬉しいです。そして今回ね、やっぱり僕一人で取ったわけじゃなくてですね、やっぱりみんながいてくれたから、ちょっとバランスちょっといいですか？ちょっと照明もね。はい。みんながいてくれたからこそ、この仲間がいてくれたからこそ、こういったね、講座が作れたと思いますので、リンさん、ショー、マッツン、リエさん、ありがとうございました。そしてこのね、講座を配信している、オンラインクラス YourSchool、そして YouTube さん、本当にありがとうございました。また引き続きチーム一同、より多くの方に動画という選択肢を与えるために頑張っていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、またね。バイバイ。ありがとうございました。